皆さんこんにちは。カシオ腕時計マニアックスのショーです。今回はこちらの腕時計をレビューすることにいたします。こちらは2019年の5月に海外のカシオ、主に日本を除いたアジア、それからアフリカを主にターゲットとした腕時計で、海外ではヴィンテージシリーズというグループで販売されています。日本でしたらカシオのスタンダードというカテゴリーに位置づけされる時計で、いわゆるチープカシオの仲間です。で、この腕時計はチープカシオ仲間ということで、今でもチープカシオで特に人気のあるこの A158 と、一見してよく似たデザインだなという腕時計なんですが、一番の特徴がですね、すごく本体のケースが薄くなったというところでですね、ちょっと、こちらと比べてみるとこのような形ですごく薄くなったのがお分かりいただけるかと思います。そして実際に具体的にサイズをちょっと測ってみようと思うんですが、先にこちらの A158 の方がおよそ9ミリ、そして新商品のこれが A700 というモデルですが、これが6ミリですね。3ミリほど薄くなっている。見た感じではなんか半分ぐらいに薄くなったんじゃないかなというふうな見た感じはですね、実際には6ミリと9ミリの3ミリの差ということで、とても薄くなってスタイリッシュになっていると。ちなみに多分横幅が33.5 ミリぐらいかな。そしてこちらの方は横幅はほぼ一緒ですね。縦は37に対してここもほぼ一緒ですね。こっちが少し厚いの。こっちが 37.5 くらいかな。で、厚さ以外のサイズ感としてはほぼ同じということなんですけれども、はっきり違うのがこの辺のエッジ部分が、こちらの新しい方がシャープになっている。こっちは少し丸みを帯びている感じですよね。こっちはエッジがシャキッとしている感じという違いがあります。あとですね、この見た目ではわからないんですけども、こちらはこの風防がプラスチック樹脂製なのに対して、こちらは無機ガラスというガラスが使われています。ですからこちらのよりも少し傷つきにくくなっていると。残念ながらサファイアガラスではないので、傷がつくときはついてしまいますけども、こちらの古いタイプよりは新しい方が傷つきにくくなっているというとこと、薄くなっているのと、ここですね、ここのガラスの部分がこっちの A158 の旧モデルの方は
風防がちょっと飛び出てる感じなのに対して、こちらの新しい方はここはもうほぼフラット。こうですね、段差が若干爪でこう触ってみると段差はあるんですけども、ほぼフラットになっているというところもシャープな印象がする理由の一つだと思います。ここまで新しくなったなら、これはステンレスケースと期待したんですが、ちょっとそこは残念ながらこちらもプラスチックにメッキがしてあると。じっくり見ていただきたいんですが、こんな感じですね。でもう一つデザイン的な特徴がこのベルトだと思います。この蛇腹のベルトがとってもレトロでですね、いい雰囲気で手につけてみるとよくわかるんですが、こう角度によって光がこう順番に反射していく感じ、これが少しとても綺麗だなと思います。本体が薄型になった分すごくスタイリッシュで、なおかつレトロというところがこのデジタルの腕時計の好きな人にとってはこれはたまらない魅力かなと思います。とってもいい腕時計だなと思います。で、今までいいとこばっかりちょっと説明してきたんですが、若干ですね、この旧型より劣っているなというところが、2箇所ありまして、一つはこの液晶の視野角、コントラストっていうのかな、これがですねちょっと動画で確認できるかなというところなんですが、ほぼ正面から見たときはこちらの旧タイプの方がくっきりして見えます。若干こうやって単独で見たときは十分くっきり見えるように思うんですけども、やっぱりこうやって比較してみると正面から見たときはこちらの旧タイプの方がくっきり数字がくっきり見えます。ただ新しい方もね、こうやって傾けて見たときはほぼ同じぐらいはっきりくっきり見えるということで、こう手につけたときになんですかね、時計時間見るとき真正面から見るもちょっと斜めから見ることが多いと思います。なんでこんな感じで手につけたときにちゃんと見える角度に特化しているというふうな感じなんじゃないかなと思います。でなおかつ斜めにした時もこういう形で、ここまで斜めから見ることはないとは思うんですけども、ここまでね傾けても数字がはっきり見えます。こっちは若干点灯してない部分も残像のように影のようにちょっと見えるかなと。こっちはここまで傾けてもほぼ点灯部分だけが見えるという意味で、正面から見た時は少し薄めに見えるんですけど、斜めちょうど時計を時刻を確認するような角度から見ればくっきり見えるよというところと、電池寿命がですね、こちらが電池寿命7年というのに対してこちらは3年ということですね、半分以下になっているというところがですね、若干物足りないかなというところ。おそらく
薄型にするにあたって大きな電池を組み込むスペースがなかったんだろうなと思います。ということで若干その辺は気にならなくもないんですが、こんだけかっこいいかつレトロなデザインであれば、そこは小さいちょっとしたことかなという気がしていますと。それとライトがこのように色はオレンジ色に変わってますけど、こちらと比べて液晶の表示部分を全体的に照らすようになって、ライトは左からなんですけども、ちゃんと右の秒のとこまで届いていると。こっちのキューブタイプの方はここまで届いてないですよね。こっちに今つけているのが A700、 新しい方ですね。でこちらが A158 の少し古いやつという感じでですね、ライトの明るさが全然違うと。この辺がすごく改善されているところですね。色に関してはこの緑色の方が好きだという方もいらっしゃるかもしれませんが、私はこのオレンジ色も温かみがあって好きです。そして機能的には両方とも全く同じでして、基本的な時刻表示で、右ボタンを押すと24時間表示で、アラーム、ストップウォッチで、時刻修正モードで元に戻ると。でちなみに初めてご覧になった方は毎回時刻修正モードになるんかと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではなくて、例えばストップウォッチを使ってみます。スタート、ストップ、リセットで、この次に左下ボタンを押すと時刻モードに戻ると。例えばアラームをセットしましたよと。でもう一回左下ボタンを押すと時刻表示に戻るという形で、どちらかのアラームかストップウォッチのどちらかの機能を使った後に左下ボタンを押せば元の時刻表示に戻るし、何も使わずにもう一度左下ボタンを押すと時刻修正モードになるということでですね、この辺はよく考えられて設計してあると思います。それでなんでアラームの音を聞いてみましょう。こういった形です。もう一つ、アラームの時はここにこのスピーカーのようなアイコンですね。でもう一つ、このベルマークじゃないな、ベルのアイコンが出た時は時報ということで、これも聞いてみましょう。このような形で時報を鳴らすこともできます。で時刻修正もやっていきましょう。このように点滅しているところで右を押すとこういう形でゼロリセット
時間を修正するときは左上ボタンを押すと点滅するので、ここで右ボタンを押すと時間を変更で、もう左上ボタンで分を点滅させて右で修正と。でこれが月9月10月11月という形で月を変更していくと。でここで日付でこの時計は年を設定することはできないので、ウルー年は判定してくれませんので、2月だと28、29という形で、ウルー年の時は手動で変更する必要があります。で最後に曜日を変更して、変更が完了したら、ついでにウルー年の動きを見てみようか。ウルー年は2月28のが翌日がウルー年が判定がないので29になるというところを見てみましょう。こういう形でウルー年がないので2月28日の次は3月1日になるということなので、もし今ウルー年だったという場合には、この間違えた、ここで今日は2月20ウルー年なんで2月29日だということで、こういう形でセットし直す必要があります。でもうついでにこのあと日付がどう変わるかというところを見てみようか。当たり前といえば当たり前なんですけど、2月29日の後は3月1日ということで、ここはカレンダーは変わりますということで、4年に1回ウルー年の時はちょっと手動で日付の修正が必要になるとなります。これはこちらも同じですというところで、もう一回デザインをじっくりと見ていただこうかなと。メイドインチャイナですね。あとこのバンドなんですが、調整はとても簡単で、このようなマイナスの精密ドライバーがあれば、精密ドライバーじゃなくてももう少し太いやつでも、要はこの隙間に入るものであれば、精密ドライバーじゃなくても大丈夫です。こういった形でここに隙間に入れて
こうするとロックが解除されますので、そうするとこの金具がスライドします。なんで適当なというか自分の腕のサイズに合うところでロックすると、こういう形でここに引っ掛けてパチッと止めると腕につけることができる。で指1本か2本分ぐらい入るがいい。もしぴったりが好みであれば、もちろんこの金具を内側にスライドさせてロックすれば大丈夫です。やはり薄いのでとてもスタイリッシュ、なおかつレトロなデザインということで、とってもおすすめの腕時計だと思います。以上で今回の動画を終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。